こんにちは。ビッグモーター内で行われていたタイヤのパンク問題ですが、業界やユーザーにとっての今後の展開と、その対策案をまとめてみました。不祥事の詳細内容は、前回の動画で、ご確認いただければと思います。役に立ちそうな有益な対策案を頑張って考えましたので、最後までご覧いただき、ご感想をコメント欄でいただけると嬉しいです。では、本題になりますが、まず、5月7日現在までの状況としては、ビッグモーターの不正がフライデーに取り上げられて、内部告発ということで、不正が明るみになりました。この動きを受けて、元ビッグモーター社員で幹部でもあった、中野優作氏を筆頭に、中古車業界として、今度どのようにしていくべきかを中古車業界関係者及び視聴者含め、検討している状況です。ビッグモーターを批判するというよりは、中古車業界全体としてどうあるべきかを、建設的に考えていきたいとのこと。一見すると、大きな改善が見込めるのではないかと思うのですが、指摘には、あまり大きな改善には、つながらないのではないかと思っています。タイヤのパンクの問題については、中古車業界内での内部告発があったため、明るみになりましたが、それがなければ、パンクしていたとしても、ユーザー側、保険会社側で、意図的なのか事故でパンクしていたのか判断するのは、依然として、非常に困難です。その他、中古車業界の大きな課題として、車検しきれない台数を抱えて、本来チェックしないといけない車検項目を実施していない、といったような対応も行われているようですが、工数が足りていないため、不正をしなければ成り立たなくなってしまっているようです。1店舗あたりで、車検台数制限を設けるなどの対策は、建前として行えるかもしれないですが、本当に実態が伴うのかというと、経営上の観点から、結局、世間から見えないところで、台数を抱えることになるのではないかと考えています。なので、大幅な改善は見られないかもしれません。しかし、多少でも今回の不正が減っていけばと考えていますので、中古車業界として今後どうあるべきかは、中野氏を中心に検討していくのが適切だと、個人的には、考えます。続いて、自動車保険業界ですが、ほぼ間違いなく、タイヤのパンク関連で、保証の見直しが行われると思います。通常、タイヤのパンクは、タイヤ単独での保証はされないことが多いため、そもそもビッグモーターからどういった請求を受けて、保証をしていたのかが不明確ではありますが、保険会社としては大きな損失となるので、タイヤのパンクに関しては、ユーザー側の自己負担額の割合が大きくなったり、そもそも保証しないなどの、改定が行われると考えます。そして、自動車保有者にとっての今後の展開ですが、先ほども申し上げた通り、不正なパンクによる請求防止のために、保険の支払い額が上がってしまうと思います。加えて、点検などでパンクしていたと整備士から言われたら、よほどの信用がない限り、疑いの目で見るようになります。結果、俯瞰してみると、ユーザーが損する結末になる気がしています。そのため、私の予想したような対応を中古車業界、保険業界が実施するといった、前提を置いたときに、どうすれば、ユーザーにとっても、幸せな結末を迎えられるのか考えてみました。その案ですが、車両システム上のデータをトラッキングできるようにして、事実ベースでいつパンクしたのか、確認できるシステムの搭載を、メーカーにお願いすることです。タイヤの気圧を管理している内部システムが、多くの車に備わっているのは、よく知られているかもしれませんが、車起動時にメーター内で確認することはできても、ブラウザ上でスマホなどを通じて、トラッキングできる機能は、現時点では備わっていないはずです。車の中だけでデータを保管するだけでは、OBD などを通じて、車両データの改造をするような業者が出てくるかもしれないので、ワンドライブみたいに、ブラウザ上で都度保存できれば、多少トラブルが減らせると考えます。幸いにも日産では、日産コネクトと呼ばれるサービスがあり、情報センターで、車両情報やロケーションなどの情報を管理しています。なので、タイヤの気圧のトラッキングデータも、日産コネクトで確認できるようにできると思います。また、事実ベースでいつパンクしたのかが、このブラウザ保存方式で解決できれば、保険会社とも、事実ベースで話ができ、不正が防ぎやすくなると思いますので、保険料の値上げの抑制にも効果があると考えます。ということで、システム的には実現できなそうではないので、
良い案だと感じましたら、日産グローバルギャラリーのスタッフさんから教えていただいた、お客様窓口に要望を伝えてみてください。ウェブ上でも問い合わせできるようで、要望の文面テンプレートやリンク先は、コメント欄に載せておきますので、参考にしてみてください。トヨタも T コネクトと呼ばれる同じようなシステムがあるので、同様の流れで、メーカーに要望を出してみるのは手かと思います。これにて以上です。皆さんのお力添えをいただきながら、安心して車を所持できる世界にしていきましょう。それではまたね。